怖い思いをするのになぜ高いお金を払わなきゃならないの？バンジージャンプはもちろん飛行機も避けてきた人生だった。そんな高所恐怖症の私がカッパドキアの気球に乗り生還した話。気球事故の恐れはどれくらい危険なのか。気球は上空800メートルから1000メートルくらいまで上昇する。スカイツリーの634メートルよりはるか高い。落ちたら即死だ。実際に事故は毎年数回発生しており、死亡するケースもある。ただし、気球の事故の確率は飛行機の事故の10分の1程度。カッパドキアの気球はトルコ航空局がその日の天候を見てフライトが OK かどうか決めるので安全性は高いと言えそうだ。どれくらい怖いのか。高所恐怖症が乗った感想。気球に乗るまではあれほど怖がっていたのに、上空にいる間は不思議と恐怖を感じなかった。上空で唯一怖いと思ったのは他の気球との衝突だった。しかし、もっと怖かったのは着陸時。これは本当に怖くて、高所恐怖症は関係なく物理的な怖さを感じた。実際にここ数年で発生した事故は、すべて着陸時なのだ。恐怖のカッパドキア気球ツアーの1日。4時。5月後半といえども、トルコ内陸部の朝晩は冷える。洞窟ホテルの前で送迎バスを待つ。バスは20分遅れて4時20分に到着。4時40分。待機所で軽い朝食を食べる。英語のツアーに申し込んだのに、なぜか日本人スタッフが日本語で説明してくれた。ラッキー。6時。気球乗り場に到着。気球が膨らむのを待つ。日の出とともに仲間の気球があちこちで飛び立つ。飛び立つ様子を見るだけでも怖い。6時30分。ついにフライト。みるみる上昇していくのが分かった。足がふわふわして怖いなぁ。と思いながら乗っていると、見たことのない絶景が広がっていた。気球バスケットの深さは140センチメートルくらい。欧米人サイズなので、背の低い日本人は下界を見にくいかもしれない。けれども、逆にそれが安心感につながった。絶景が度を超えると、神経を麻痺させるのかもしれない。周りが歓声を上げる中、ゆっくりと移り変わる景色を呆然と眺めていた。冷たいはずの空気も妙に心地よい。自分は死んでるんじゃないか。と思えるほどの不思議な安らぎ。怖い感覚などはなく、まるで自分が風船になって流れるままに浮かんでるような感覚。と思ってた矢先に気球同士が衝突。怖い、大丈夫なの？しかし、これはパイロットが客を喜ばせるための演出で安全な行為らしい。周りの気球を見ても意図的に衝突させているのがわかる。その後は余裕だった。同乗しているインド人に写真を撮ってあげる余裕もあった。こちらは観光名所の内ヒサル。陸から見ても空から見ても絶景だ。下界にはギョレメの街も見える。ちなみにギョレメの街から見る気球はこんな感じ。高度が徐々に下がってきた。小さく見えた地上の風景がだんだん大きくなってきた。気球ツアーも終わりが近づいてきたことに気がつく。たった1時間足らずなのに、ずいぶん長いこと飛んでいた気がする。そんなことを考えていると、下界の景色が目まぐるしく変化し、ものすごいスピードで飛んでいることにようやく気がついた。なんだこれ、やべえ。ロープを握る手に力がこもる。地面すれすれのところを飛んでいると、スタッフの人がストゥープダウンの掛け声。周りが一斉にしゃがんで
しばらくすると、ズドン。着陸の衝撃が全身を走る。うわぁ。周りからは、悲鳴とも歓声ともつかぬような声が上がった。気球が力なく止まった。周りから、さっきまでと違う穏やかな歓声が上がる。時刻を見ると、7時30分。命、助かったんだ。大げさじゃなくそう思った。後で、スタッフの人に話を聞いてみると、着陸時はそんな感じらしい。約1時間のフライトを終えた後は、全員集合でパーティー。ウェーと欧米流のテンションで乾杯。シャイな日本人コンビは、このテンションについていけず、カメラで照れ隠しをするのだった。興奮して、ワインの味を覚えてない。9時。送迎車が出発点の洞窟ホテルまで車で送ってくれて、気球ツアー終了。高所による恐怖というより、物理的な怖さを感じた気球ツアー。私一人だったら躊躇していただろう。こんな絶景はなかなか見ることができないと思うので、ぜひとも経験してほしい。次回予告。カッパドキア絶景ランキング。カッパドキアの定番観光スポットから穴場まで、絶景ランキングをご紹介します。お楽しみに。